さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日ですね、もうめちゃくちゃ簡単で火を使わないフルーツソース、こちらをご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。皆さんこれ分かります？ちょっとこれ傷んじゃったイチゴですよね。なんかパックの下の方に入ってたりするやつなんですけど、これ皆さん結局傷んだら使わなかったり捨てちゃったりすると思うんですね。これ傷んだイチゴとかフルーツとかあると思うんですけど、これヘタ取ってもらってでまあ適当な、もう何でもいいですよ、適当なサイズに切って、これ結構傷んでるんですけど、腐ってちゃダメですよ。カビちゃったりしてたやつはもう完全に取らなきゃいけないんですけど、これでちょっとなんか崩れちゃって飾りに使えなそうなやつとかは皆さん捨てたらもったいないです。はい、これ切ったやつですね。切ったらこの袋に入れます。これジップロックなんで冷凍できるやつに入れてます。で、じゃあこれ冷凍しないでいいじゃんと思うんですけど、冷凍することによって結構ポイントがあって、冷凍すると中までカチコチに凍って結構フルーツが柔らかくなるんですよ。で、フルーツが柔らかくなって砂糖をまぶすことによって砂糖のパワーでずーっとこう水分を吸ってくれて中まで結構柔らかくなります。こんな感じで。なので捨てるんじゃなくて必ずフルーツは冷凍して取っといてください。もうぐちゃぐちゃでも全然大丈夫です。これをこのまま冷凍庫入れておきます。はい、これいちご冷凍しといたやつですね。これもちょっと出します。で、同じようにやるんですけど、これいちご切ったじゃないですか。切ってるのはこれなるべくこのかける砂糖が中の方にこう染みるように浸透するようにしてるので、こうホールのまま売ってるやつだとちょっと中に砂糖がいくのに時間かかるので、すぐにはソースにならないと思います。これちょっとかけますね。で、ジャム作ったりする時なんかは、丸ごとのホールのまんま入れて砂糖をまぶして、でこうやって砂糖を全体になるべくまぶしといて果汁も入れちゃいます。これも同じ考え方です。果汁別になくてもいいんですけど、入れといた方が風味も良くなって色もいいので、こんな感じですね。で、今日はこれ加熱しないんですけど、もし加熱する場合、ジャムとか作る場合も絶対冷凍した方が中まで砂糖染みるし、いちごの果汁が全部外に出て美味しいジャムが作れるので、絶対冷凍するのがおすすめなのでやってみてください。このまま冷蔵庫入れておきます。はい、これ材料の冷凍のフルーツなんですけど、これ市販で売ってるやつですね。ブルーベリーとかイチゴとか、マンゴーとか何でもいいんですけど、これに材料の粉糖です。これをかけます。で、これレモン果汁ですね。これもちょっとだけ入れます。で、レモン果汁は最悪なくてもいいんですけど、これ何がすごいって、もう作り方これで終わりなんですよ。これ冷凍したフルーツに砂糖をかけることによって、これね、全然水とかも入れてないんですよ。この持ってるフルーツの水分を砂糖がこうやってね、吸う性質があるんですね。それ浸透圧で吸っていくんですけど、吸水性みたいな感じですね。それでいっぱい果汁が出て、これ勝手にソースになっちゃうんですよ。で、何がすごいかって、これ加熱もしないです。で、加熱もしないっていうことは、これ風味もすごいいいし、加熱したらね、これ大体色変わっちゃうんですよ。赤なんですけど、ちょっと黒っぽく変わっちゃったりします。そういったのを一切防いで、これ見ます？ちょっとずつ水出てくるんですよ、こうやって。ちょっとね、まだ分かりづらいかな。結構後で水いっぱい出てくるんで。で、全然加熱しないし、色も綺麗なソースがこれだけでできます。で、レモン汁入れてる理由は、味わいの酸の部分もあるんですけど、こう赤の色をきれいに保ってくれる効果もあるので、今回レモン汁入れてます。これをラップしてもらって冷蔵庫で1時間ほどちょっと寝かしておきます。はい、これ今冷蔵庫を入れといたんですけど、見てください。これ見えるかな。こんなに水分出てるんですよ。これ一切水入れてないんですよ。これフルーツが持ってる水分だけです。で、こっちのいちご見てください。これもいちごが持ってる水分がこれだけ出てくるんですよ。で、これ冷凍しないとこんな風にならないんで、必ず冷凍してください。で、もう見て、こうやって潰しただけでもうすごい美味しそうなソースができちゃいます。ほら、これ全部いちごの果汁ですからね、めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。もし砂糖の溶け残りとかがあったら、こうやって混ぜてちょっと置いとくだけで全然できるので、やってみてください。見て、色もすごい綺麗じゃないですか。もうめちゃくちゃ美味しそうです。これでソースは完成です。
さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。見て綺麗な色、うまい、めちゃくちゃうまいですよこれ。皆さんに分からないんだけどこれね色めっちゃ綺麗なんですよ。あと香りが全然違いますね。なんでなんだろう、やっぱ加熱しない方が絶対いいですよ。さあこれポイントですね。これ砂糖を入れたと思うんですけど今回粉糖を使ってます。でなんで粉糖かっていうと粉糖だと水分をすごい吸ってくれてすぐ溶けるじゃないですか、粉砂糖なんで。でもしグラニュー糖とかだったら全然いいんですけど溶けるまでに時間がかかるので半日とか冷蔵庫に入れとく必要があります。あとこれ今回これ水分が出たんですけどフルーツによって結構持ってる水分が違うのでマンゴーとかメロンだったらもうめちゃくちゃいっぱい水分が出るのでそこもいろんなフルーツ試してやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。